皆さんこんにちは、ガジェログです。10月6日の23時から発表が行われましたけども、その中で今回は Google の Pixel Watch をご紹介したいと思います。待望ですね。やっと出てきました。一体どんなスペックで登場したのでしょうか。 Google の公式サイトの情報をもとにお届けしたいと思います。では早速行ってみましょう。主要な機能が出てきていますけども、 Google と Fitbit の最高の強さを組み合わせた初のスマートウォッチとあります。見た目も中身も卓越したデザイン、 Google の機能を手首に装備、そして Fitbit でもっと健康的な生活を、 Google の Pixel シリーズ製品や Android ともシームレスに連携しますということになります。この点に関して言いますとね、やっぱり iPhone は Apple Watch と連携、そして今回の Google Pixel はこの Pixel Watch との連携が一番スムーズですよっていうふうに読み取ることができます。そしてですね、デザインの情報になります。美しい丸型、ドーム型のデザインを採用しています。こういったね、写真出ていますが、これはこれでめちゃくちゃかっこいいなと思います。そして20種類以上のバンドをスタイルに合わせてお選びいただくことができると出ていますね。Apple Watch にやっぱり対抗しているということで、いろんなタイプのバンドが並行して発売されるということです。そしてなんとボディはですね、プレミアムステンレススチール仕上げということになりました。ちなみにこのステンレススチールの素材なんですが、 80% にリサイクル素材を使用しているようです。加えてセルラーモデルだけではなく 4G LTE も対応しています。スマートフォンを自宅に置いたまま外出可能ということで、これまた Apple Watch のセルラーモデルと同等の機能が入っているようです。ちなみに特定プロバイダーっていうのは、今のところ分かっているのはソフトバンクと KDDI ということで、au もしくは場合によってはね、ポポでも使えるようになるかもしれませんね。ボディは傷がつきにくく、濡れても大丈夫とあります。このようにね、防水機能がついているようです。ちなみにそのボディはですね、高速の流水または高温の水にさらされる活動には使用しないでくださいと出ています。つまり暖かいシャワーや場合によってはサウナなどね、そういう高温の状態にさらされるっていうことは避けてくださいねと出ています。このあたりは当然ですよね。そしてウォッチフェイスに関しましては、もちろんいろんなカスタマイズができるってことが出ています。そして動作する OS に関しては Wear OS が動作します。 Google 近製の OS になっています。動作が滑らかで情報を一目で確認できますとありますね。丸型のスマートウォッチデザインに合わせて設計された OSと出ています。そして外出先でもあなたをサポートとあります。 Google の機能を手首に装備しているということですね。 Google のサービスいろいろね、秀逸ですので、それが腕で使えるっていうのはいいですね。例えばですね、 Google のマップが道案内をサポートとあります。このように CG が出ていますが、Pixel Watch 上の画面でマップがね、表示することができるということです。しかもターンバイターンの経路案内とインタラクティブな表示、現在地の把握と目的地への到達をサポートということで、いいですね。スマートウォッチの画面を見なくても上についているナビゲーションを見ることによってね、目的地に到達できるっていうのはいいなと思います。これはさすが Google 近製のスマートウォッチ。そして次に Google Pay があればクレジットカードを持ち歩く必要はありませんとあります。Google Pay を使用すれば店舗や交通機関で素早く簡単に非接触な決済ができますとありますね。ここにありますけども Suica 搭載ということで、これもね、やっぱり待望の機能になっています。こういった機能ついてないとなかなか Apple Watch に対抗できないんじゃないかなと思われます。そして Google アシスタントでは音声を使用して様々な操作が行えますとありますね。音楽再生やテキストメッセージへの返信、ルート検索、様々な操作を手首で行いますよとあります。 OK Google と話しかけるだけでできるということですね。これは便利ですよね。そして次に Gmail と Google カレンダーを使って日々の活動をスムーズにということですね。やっぱり Google 近製のウォッチでこれが連携しているということは、よりスムーズにね、動作するということが分かります。そして YouTube Music でいつも音楽を身近にとあります。音楽保存ができるっていうことなんですね。そして 4G LTE に対応しているとストリーミングが可能だっていうことになりますので、保存していなくても通信で YouTube Music のラインナップをこちらで再生し、おそらく True Wireless イヤホンですね、そのあたりと連携することによってね、屋外でもしっかり使えるっていうことになると思います。そして次は健康やフィットネスということですね。Fitbit でもっと健康的な生活をとあります。注意点としましてはですね、Fitbit のまずアカウントが必要になります。そしてさらにね、高機能に使いたい場合は Fitbit プレミアム
のメンバーシップが必要ですよとありますね。では続けて見ていきたいんですが、Fitbit の心拍数測定機能がさらに正確にとあります。そして40種類以上のエクササイズワークアウトを記録し、目的達成でモチベーション維持できますよとあります。さらにアクティブな心拍ゾーンでは、心拍ゾーンごとに費やした時間に応じてクレジットを獲得できますと出ていますので、モチベーション維持の機能がしっかり入っているようです。そして夜間の睡眠ステージと健康指標を記録とあります。睡眠モニタリングがしっかりできるようですね。そしてスマートウォッチを着用して就寝すると、起床時に睡眠スコアを確認できます。また Fitbit アプリで呼吸数や心拍変動などの指標の傾向を把握すれば、より健康的になるために取り入れるべき新しい習慣がわかりますよとあります。ここに出ていますが、何時間寝たのかとかですね、そしてその睡眠の質はどうだったのかなどね、いろんな分析ができるようになっています。そして他のね、スマートウォッチでもこういった機能ありますけども、転倒検出と緊急 SOS であなたを守りますとあります。緊急時には Google Pixel Watch で緊急連絡先や緊急通報番号に簡単に通知できます。また転倒検出機能によって転倒時に救急サービスに連絡できますとありますね。今年の冬にリリース予定ということで、直近ではねインストールされていないということになると思います。最近出ました Apple Watch のウルトラとかね8とか SE には衝突事故検出機能っていうのがありまして、車でね事故に遭った時に衝撃のね G を検出することにより緊急通報ができますよとかね、そういった機能がついていましたが、 Pixel Watch にはその衝突事故検出ではなく転倒ということになりますので、注意が必要になります。そして先ほどからねお伝えしていますように、Fitbit のプレミアムでさらに詳しくデータを分析とあります。 Pixel Watch をご購入いただくと Fitbit プレミアムを6ヶ月間追加料金なしでお試しいただけますとありますね。そうしますと、より詳細な分析、独自のワークアウト、マインドフルネスセッションなど多彩な機能が揃っていますと。デバイスのアクティベーション後にご利用開始できますとありますね。これなかなかですね、有料サービスっていうのはどうなんでしょうね。使っている方も多いかもしれませんが、6ヶ月間もサービスついてますとね、やめられなくなってしまうんじゃないかなという気はするんですが、使っている方いかがでしょうか。そして Fitbit で使えるその他の健康、そしてフィットネス機能を見るというところを見てみたいと思います。一つ一つね、内容を見ていきますとかなり時間かかりますので、機能だけご紹介したいと思います。まず最初に心拍変動ですね。そして呼吸数、また安静時の心拍数、転倒検出 SOS、 先ほどの部分ですね。そして睡眠スコア、睡眠の管理、ストレスマネジメントスコア、これ Fitbit アプリのみとありますね。また気分、マインドフルネスセッション、月経周期トラッキングですね。そしてフィットネス機能においては、今日のエナジースコア、 GPS 搭載、有酸素運動のフィットネススコア、アクティブな心拍ゾーン、水深 50m、 5気圧までの耐水使用、そして1日を通じてアクティビティを記録、40種類のエクササイズモード、エクササイズの自動記録、継続的心拍数、スマートフォンでワークアウト、ゲームとチャレンジ、これは Fitbit アプリのみとありますね。そして様々な Google プレイのアプリと連携することもできます。主要なアプリとしては Spotify とか、そうですね、ランタスティック、ストラバとかね、そういった機能とも連携できるようです。そしてラインナップとしましては、4G LTE のセルラーモデル、そしてセルラーがついていないモデルもしっかりあります。ちなみにお値段はセルラーモデルに関しては 47,800 円となっていますね。そしてセルラーがついていない GPS モデルに関しましては 39,800 円になっています。これはめちゃくちゃ安いなと思いますね。これまで噂されていた価格と全然違いますよ。もう5万円ぐらいはやっぱりいってしまうのかなと思っていたんですが、それに関してはセルラーモデル、そして今回ねリーズナブルな GPS モデルに関しましては 39,800 円とお求めやすくなっていました。そしてオプションのねバンドを交換することによって様々なデザインに変更することができます。ただねバンド自体がちょっと高いなという感じですね。そしてよくある質問を見ますと、ここですね、 Google Pixel Watch に対応しているスマートフォンを教えてくださいとあります。 Google Pixel Watch は Google Pixel 全機種と、そして Android 8.0 以降を搭載したスマートフォンに対応していますとあります。ということでですね、これを見る限り、まず Google Pixel のスマートフォン、そして Android のスマートフォンのみ連携できるということですので、 iPhone は対象外っていうことになると思います。これちょっと予想外ですね。いや、これ結構どうなんでしょうね。モラハの次かなという気もしますが、できればね iOS とも iPhone とも連携できるようにしてやった方がいいのかなと思います。
そしてですね、デザインとカラーリングのバリエーションになります。このシャンパンゴールドケースですね、ゴールドに対してこのグレーっぽいね、バンドがついていますし、そしてマットブラックというね、非常にシックなマットなブラックタイプ、シルバーのケースに対してホワイトバンドですね、オフホワイトというような感じでしょうかね。加えてポリッシュシルバーケースに対してチャコールのアクティブバンドということで4種類ですね、ラインナップがされています。個人的にはこのね、ゴールドケースに対してこのグレーのバンドかっこいいなと思うんですが、買うのであればこのどっちかかなという感じですね。そしてその他のね、触れていなかった部分になりますが、重さは 36g になるということです。通信接続状況に関してですね、Bluetooth は 5.0。ちょっとここはね、規格としては古いなという感じがします。そして Wi-Fi は BGN2.4GHz 帯のみなりまして、5GB 帯には対応していません。そして NFC とフェリカに対応しています。NFC 対応しているってことは Google Pay で Visa Touch とかね、いけるかもしれません。フェリカに関しては先ほどご紹介しましたように Suica 対応になっています。また GPS に関しましてはアメリカの GPS、GLONASS、BEIDO、そしてガリレオということで、日本の導きには対応していませんでした。そしてディスプレイの情報になりますね。保護ガラスに関してはコーニングのゴリラガラスが採用されています。これはいいですね。硬いガラスになっていますね。ただ残念ながらサファイアガラスではなかったわけですね。そしてディスプレイそのものは AMOLED、しかも DCI の P3 に対応しているということで、非常に発色のいい綺麗なディスプレイになっています。解像度は 320ppi になっています。そして最大輝度ですね。これは1000ニトという風になっていますね。このあたりね、比較しますと Apple Watch Ultra が最近出ましたが、あちらの方は最大2000ニトになっていましたのでね、このあたりは、抑え気味という感じです。そして常に表示状態のディスプレイということで、おそらくこれは AOD Always On Display に対応していると思われます。そして電源とありますね。バッテリーおよび充電ということで、バッテリーの容量は標準で 294mAh となっていますが、ちょっとこれ少ないなという印象です。もう少しね、多めに入っていないとちょっと少ないなという感じですね。ということで、持続時間が24時間となっています。Apple Watch のね、標準のモデルであれば18時間になっていましたので、それよりも6時間多いわけですが、これもね、やっぱりちょっと少ないなという印象ですね。そして充電ケーブルは USB-C が採用されているマグネットチャージになりますね。充電速度もこのように出ています。そして頭脳となります SoC になりますけど、Exynos になりますね。これはサムスン製のチップが搭載されています。そしてストレージとメモリーは 32GB のストレージが搭載されていて、メモリーは 2GB ということになっていますので、スマートウォッチにしてはね、結構サクサク動くようなスペックじゃないかなと思います。またセンサー類に関してはコンパスや高度計、血中酸素センサー、多目的電気センサー、そして光学式心拍センサー、加速度センサー、ジャイロスコープ、周囲光センサーということでね、おそらく通常求められているセンサーはほぼ入っていますね。ただECG が搭載されるっていう噂だったんですが、海外モデルはちょっと分かりませんけど、日本のこのモデルに関しましてはついていないということが分かります。今後アップデートでね、搭載されるのであれば嬉しいですね。そしてオーディオとありますけど、内蔵マイクと内蔵スピーカー、その他の機能に関しては先ほどご紹介したようなこのようになっています。そしてパッケージの内容になりますけど、この本体とともにアクティブバンドですね、大小短いものと長いものがついていて、磁気充電ですね、マグネットチャージ、そしてクイックスタートガイドが入っています。はい。というわけでね、Google Pixel Watch のスペックの解説を行いました。いよいよ出てきましたね。待望のスマートウォッチなんですが、ちょっとね、懸念点もやっぱ出てきましたね。バッテリーの持ちが思いのほか持たない。最大24時間ということで、できることならね、Android 系のスマートウォッチであれば、最低でも1週間とかね、持ってくれたらいいなと思うんですけど、結果的にはやっぱり最大24時間ということは1日持つかどうかということになると思われます。いろんな機能を詰め込んでいるので、致し方ないのかなと思いますけども、この Pixel Watch デザイン的にも本当にかっこよくて、個人的にはかなり欲しいんですけどもね、バッテリーの部分に関してちょっと許容できるのであればね、買いかなと思われます。特に Android のみとしかね、ペアリングすることができないという衝撃な結果になっていますけども、Google に関しては Pixel Watch 使ってくださいねということになると思います。これはかなり強烈なメッセージですよね。では本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録お願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。